報された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第8話、遺跡への挑戦。翌朝、ユーマは町を後にし、東への旅を始めた。遺跡に至る道は長く、きっと道の苦険が潜んでいるのだろう。それでも、彼の心は燃えていた。進化の謎を解き明かしたい。この力の真実をつかみ、もっと強くなりたい。進むにつれ、周囲の空気が変わるのを感じた。草木は少なくなり、道の両側には無機質ないは肌がむき出しになっていった。そして、次第に薄い霧が立ち込め始める。これが行商人の言っていた霧か。ユーマは慎重に足を進めた。吐く息が白く揺れる。霧は濃すぎるというほどのものではないが、世界は徐々に曖昧になり、道の先が霞んでいく。このまま進めば、いずれ方角を見失うのかもしれない。やがて岩の裂け目へ続く細い道に入った。谷底がすぐ脇まで迫り、足元は不安定になる。崩れかけた岩を一歩でも踏み外せば、奈落へ真っ逆さまだ緊張が背筋を這う。さらに、岸壁の隙間から白いモヤモヤが流れ込み、空気が湿り気を帯び始めた。証人の言葉が頭をよぎる。迷ったら戻れないぞ。その瞬間、ビリが一気に渦を巻き、白煙のように道を覆い尽くした。鼻先に鉱物の匂いが漂い、冷たさが肌を刺す。ユーマは腰の探検に手をかけた。金属の冷たさが手のひらに伝わる。戦いのためでなく、障害物の除去や岩に小さな印を刻んだりするためだ。抜けられるのだろうか。小さな独白とともに、彼は意を決し、白一直の世界へと足を踏み入れた。霧の迷路。霧はますます濃くなり、世界はせいぜいに3歩先までしか見えなくなった。岸壁に沿って進む道は一本道のはずだったが、どこか様子がおかしい。少し歩を進めると、さっと通ったはずの岩の突起や割れ目が目の前に現れる。くそ、また同じ場所に戻ったのか。目を凝らしても位置関係がまるでつかめない。投票として刻んだ印すらビリが手元まで覆い隠し、薄い線はすぐにかき消されてしまった。自問自答しながら歩く続けるユーマだったが、曲がり角の岩陰はどれも同じに見え始め、目印に頼れない孤独な迷路と化していく。彼は苛立ちを抑え、深く呼吸を整えた。焦げるな、落ち着け。やがて時間の感覚すら曖昧になり、冷たい湿気が身体を包み込む。孤独の重さが肩にのしかかり、じわじわと心が蝕まれていった。それでも諦めなかった。ついには岸壁の輪郭さえも曖昧にし、世界が完全に奪われてしまった。そう、ユーマは上下も方向もわからず、ただ立ち尽くすしかなかった。だが、ふと背中の重みに意識が向いた。ランタンに手が伸びる。古びたそれはいつか街で手に入れた安物。そして今この手の中で唯一自分を導く頼れる存在だった。頼む、力を貸してくれ。ランタンに意識を集中させる。するとかすかな振動が手のひらに伝わった。ユーマの力がランタンに流れ込み、金属とガラスが尾行を帯び、淡く青白い炎が内部で揺れた。その瞬間、ビリが小さく波打つのを感じた。まるでランタンの光が霧を押し広げているかのようだ。脳内に声が響く。ギリギリの日、特性光を通じて魔力の流れや自然の微細な変化を感知できる。ギリギリの日、進化したランタンは明かりそのものが霧を振動させる作用を持っていた。ユーマは岸壁沿いに歩きながらランタンを前にかざす。霧が光に反応してかすかに裂け、見えなかった岩の隙間が浮かび上がる。いけるのか。ユーマは光と影を頼りに迷路のような岸壁の中を慎重に進んだ。時折足
元の岩が崩れかける。だがギリギリの日の光が揺れるたびに岩の影が壁に映り、進むべき足場を示すかのように形を変える。この光、きっと正しい道を示している。ユーマは息を細め、小さな光の道を永遠と進んだ。かすかな光の連鎖が頼りなくもつながり、霧に閉ざされた岸壁の迷路を少しずつ突破していく。ランタンは頼れる相棒として間違いなく信念の先を示していた。パラパラ。その時、不意に光が乱反射して文字のような模様が浮かび上がった。古代の符号か、ただの自然の偶然か。ユーマは直感に従い模様の示す方向へ進む。心臓が激しく高鳴る。なぜなら岸壁の狭間に突如として古びた石段が現れたからだ。目にその光景が焼き付く。はかりの屈折と霧の揺らぎが交錯し、まるで自然が道を譲ったかのような幻想的な景色が広がった。ユーマは息を整え、一個一個石段を登る。霧が徐々に薄れ、周囲の岸壁がそびえ立つ姿を現した。やがて視界は一気に開けた。目の前に広がるのは苔に覆われた古の門、ひび割れた石柱、そして時の重みを刻む広大な石造りの広場。古代の巨大遺跡だった。霧の彼方からまるで主人公を待ち受けていたかのように、長い年月を経てもなお荘厳な威厳をたたえる遺跡が静かに佇んでいた。ここが遺跡か。ユーマは目を見張った。遺跡は想像以上に巨大で岸壁に埋め込まれるように存在している。入り口は崩れかけた石造りの門で、ところどころに古代の文字が刻まれていた。これが何百年、いや何千年も前のものだとしたら、なんとも壮大な光景だな。そして俺はまた進化の力に助けられたってわけか。ユーマはふと息つき、しばし休息を取ることにした。遺跡内部は静寂に支配されていた。ひんやりとした空気の中、足音だけが石の床に響く。ユーマはその空間を利用して進化の思考を重ねてみることにした。手持ちの武器をいくつか取り出し、遺跡内で試せそうな環境を探す。未知の空気、古代の建造物、何かしら面白い変化を吹き出してくれるかもしれない。まずは剣を石床に置き、遺跡内の空気にさらしてみた。しかし大した変化は起こらない。次に遺跡の壁に刻まれた文様に剣をそっと触れさせた。すると葉が一瞬だけ淡く光を放ったが、期待していたほどの変化は訪れなかった。そう簡単にはいかないか。さらに矢を一本遺跡の奥に佇む泉にそっと渡した。すると怪しい光を放ち、矢の色が派手な紫色へと変わった。紫の矢、特製矢が紫色に変化する。おお、何か起きたのか。興味をそそられ取り出してみる。試しに弓で撃ってみたが、特別な効果は見られなかった。鑑定の結果通り、ただ色が変わっただけのようだ。全然ダメだな。頭をかきながらため息をつく。試行錯誤を続けるユーマは遺跡の奥深くへと着実に進んでいった。しかしそこで彼を待ち受けていたのは予想をはるかに超える強敵だった。ユーマは剣を構えながら後退する。目の前にいるのは大型の石像兵ストーンゴーレム。遺跡の回廊をまるで持ち場を守る古代の守護者のように巡回していた。こいつの装甲、硬すぎる。ペンで切りつけても破壊し肌を滑るだけで傷一つつけられない。逆に振り下ろされる相手の一撃は強烈だった。ユーマはギリギリで回避したものの、直撃を受ければ一撃で終わる破壊力。なんとか距離を保つのが精一杯だった。この遺跡、明らかに俺のレベルに見合ってない。核に汗が
じむ。これまでの戦いは経験を積むことで少しずつ成長することができた。だが今目の前にいる敵はまるで格が違う。こんなの攻略できるのか。思わずそうつぶやいてしまうほど圧倒的な壁を感じた。それでも諦めたくなかった。いや、進むしかない。もっと知りたいんだ。彼は手元にある武器を見つめる。進化の法則はまだつかめていない。それでもこの遺跡の奥には何かがあると確信していた。ここを突破できれば俺はさらに強くなれる。恐怖と焦燥を押し殺しながらユーマは石像の守りをかいくぐり、なおも遺跡の深奥へと足を進めた。続く。次回。第9話。追放された最弱勇者。ガチャ進化で無双の頂へ。第9話。猫耳族のリーナと神槍天保持の槍誕生。ユーマはさらに遺跡の奥へと進んでいた。壁一面には見たことのない古代文字が刻まれ、ところどころに砕けた石像は無造作に転がっている。長い年月を経て朽ち果てた遺跡の空気は冷たく、静寂が支配していた。この雰囲気、何か違う。ただの古い遺跡ってわけじゃない気がする。かつてここで大規模な戦闘があったのだろう。辺りには放置された武器や鎧が無数に散乱していた。ユーマは慎重に周囲を観察しながら足元に転がる一本の古びたランス槍を拾い上げた。絵はひび割れ、刃先も欠けているが、どこかただの武具ではない気配を放っていた。試してみるか。彼は進化の媒介になりそうなものを探し、壁際に残っていた焚き火の跡を見つけた。炭はすでに冷えていたが、かすかに魔力の残滓が漂っている。この炭、まだ使えるかもしれないな。槍を炭にかざし、静かに力を込めてみる。すると槍の表面が赤黒く変色し、刃先がねじれるように歪み始めた。おお、手にした槍の表面が淡く炎の光を反射する。歪んだ炎の槍。特性非属性付与攻撃時に炎の力を縮す。特性形状不安定。使用するたびに形が少しずつ変化する。なんか微妙だな。攻撃に非属性がつくのは悪くないが、形状不安定という特性がどう作用するのかわからない。試しに軽く振ってみると、槍の先端がわずかに縮んだり伸びたりしている。使いにくそうだな。他にもっといい媒介があれば。ユーマは槍を持ったまま奥へ進むことにした。その時、不意に警戒を帯びた可愛らしい声が響いた。ユーマは反射的に剣を構える。しかし視界に飛び込んできたのは猫耳をピンと立てた破人の少女だった。なんだ人間かを脅かさないでほしいにゃ。彼女は壁際の暗がりに身を潜めていたらしい。細い手に握られた短剣が壁に刻まれた不分の輝きを映していた。髪は淡い橙色の髪を二つに束ね、ピンと立った猫耳が特徴的だ。足には動きやすそうなショートパンツと黒のニーハイソックス姿。しなやかな体つきと警戒する太みが印象的だった。彼女は鋭い目つきでユーマをじっと観察すると、ピチの端を釣り上げた。それにしてもこんな遺跡で人間に会うとは思わなかったよ。俺も驚いた。ユーマが警戒を解くと、彼女もふとつ息をついて口を開く。私はリーナ、猫耳族の冒険者。お宝目当てでこの遺跡に来たんだけどね。彼女はにやりと笑いながら自分の胸をコンと軽く叩いた。俺はユーマ、まあなんというか冒険者みたいなもんなのかな、みたいなもん。怪しいにゃ。それであんたこんな奥で何をしてるわけ？探索ついでに武器の試し撃ちをしてたんだ。ユーマはそう答え、手にした槍を軽く振る。リーナは興味津々といった様子でそれを覗く女。おう、ちょっと変わった槍にゃ。でも
なんだかいまいちっこいけど、ユーマは苦笑いを浮かべ、手のひらを返した。まあな、いまいちなんだ。ユーマはリーナの好奇心たっぷりの視線を感じながら少し考えた後、口を開いた。進化の実験がちょっとうまくいかなくて失敗した結果なんだ。進化の実験。何それ。ユーマは小さくうなずき、説明を始めた。俺の能力だ。武器やアイテムを進化させることができるんだ。リーナは猫耳をぷくっと動かし、怪げそうに目を細めた。そんなうまい話、本当にあるのかにゃー。ユーマは手にした槍を軽く掲げ、先ほどの変化を見せるようにした。例えば、この槍、もともとはただの古びたランスだったんだけど、焚き火の炭を使って試してみたら、非属性が付与されて形が変わったんだ。まあ、正直、微妙な変化だけどな。イーナはじっと槍を見つめた後、ふっと鼻を鳴らした。へえ、つまりあんた、今ここでその槍を進化させたってわけ。まあ、そんな感じだな。めっちゃ嘘くさいにゃ。リーナは腕を組んで、猫耳をぷくっと動かし、疑わしげにユーマを睨んだ。武器を鍛冶屋で強化するとか、魔法の付与で強化するとかならわかるけど、あんたが触っただけで武器が進化するなんて、そんな都合のいい話があるわけないにゃ。まあ、信じられないのも無理はないけどさ。ユーマは肩をすくめる。でも、実際にこうやって変化したんだから仕方ないだろう。そう言って槍を振るが、リーナはまだ半信半疑といった表情だった。それに、選んだ媒介によっては結構面白い変化もするんだぜ。まあ、焚き火の炭じゃなかったらもっとマシだったかもしれないけどな。ユーマがもう一度肩をすくめると、イーナはクスッと笑った。じゃあ、見せてもらおっか。目の前で進化させてくれたら信じるかも。目の前で。そうにゃ。リーナはいたずらっこく笑いながら、ユーマの袖を軽くひっかり、楽しそうに微笑んだ。それなら、いいもの、見せてあげる。私のお気に入りの日があるんだ。そう言って駆け出す。ユーマも慌ててその後を追った。たどり着いたのは、青白い炎が揺らめく不思議な燭台だった。その炎は、遺跡の冷たい空気を震わせ、まるで生きているかのように脈打ち神秘的な輝きを放っていた。周囲には、かすかに光る古代文字が刻まれ、炎の魔力が石伝いに淡い影を踊らせている。これは、古代の灯火。ただの火じゃないよ。この遺跡の奥に眠る。魔力を宿した生きた火。昔の魔術師が封じたって噂があるの。確かに何か隠してるような。謎めいた気配だな。ユーマは足元に落ちていた古びたランスを拾うと、慎重に灯火へと近づけた。次の瞬間、槍が強烈な黄金の光に包まれ、空間そのものが震えるような感覚が走った。遺跡全体が光に包まれる。槍の表面が滑らかに輝き、先端は鋭く研ぎ澄まされていく。そして、柄の部分には淡い青白い文様が浮かび上がり、かすかに青円をまつわっていた。ユーマの視界に、新たな槍の特性が表示された。天星山抜けの槍。特性貫通の極み敵の防御力を無視してダメージを与える。特性青円の加護攻撃時に青白い炎の魔力ダメージを付与。特性耐久性強化通常の槍よりも圧倒的に頑丈。これは、ユーマは驚くと興奮を覚えながら、槍を手に取った。これまでに扱った武器の中でも、圧倒的な性能を誇る。まるで自らの鼓動を持つかのように震えていた。本当に進化した。これ、すっごく綺麗。リーナが目を輝かせながら槍をじっと見つめる。ねえねえ。それ、ちょっと触らせてにゃー。ダメだ。ペチ。リーナは頬をぷくっと膨らませ、猫耳をピク
しそうに笑った。ユーマは槍を軽く握り、手になじむ感触を確かめる。これならいける。確信があった。この槍の力を使えば遺跡の左様にいるボス級の魔物とも戦える。続く。次回。体重は無双状態で遺跡を制覇。追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。体重は無双状態で遺跡を制覇。黄金の光に包まれ、槍は完全に姿を変えた。ユーマの手の中にあるそれはもはや古びた武器ではない。白銀の刃先には微細な魔法紋が走り、絵の内部には淡い青い光が脈打つように流れている。天星山抜けの槍。ユーマはつぶやき、進化の結果を確かめるように軽く振ってみた。その瞬間、周囲の空気が一瞬震えるような感覚が走った。空間そのものが裂けるような感覚。まるで槍が次元を切り裂きながら動いているかのようだった。何それ。すごいじゃない。イーナが飛びのくようにして声を上げた。敵の防御を無視して攻撃できる槍ってところだな。ユーマは自分の手応えからそれがただの武器ではないことを確信した。つまりどんな硬い敵でも一撃で倒せるってことを。そういうことだ。こりゃ本物っぽいにゃ。イーナは尻尾をピンと立て、興味津々といった様子で槍を覗く込む。これなら遺跡の奥まで進めるかもしれない。そうつぶやいたところでイーナは満足げにうなずくと、あっさり背を向けた。それじゃあ私はお宝探しの続きに戻るにゃ。くるりと身を翻し、尻尾を揺らしながら去っていこうとする。しかしユーマは思わずその背中に声をかける。ちょっと待ってよ。にゃー。振り返るリーナの耳がぷくりと動く。この後どうするつもりなんだよ。もう十分稼いだからさっさと出口に向かうつもりだよ。リーナは腰のポーチを軽くはたき、チリンと金属音を響かせた。でもまだ敵がうろうろしてるだろ。羽鳥で抜けるのは危なくないか。ヤワはまさか心配してくれるのを。私こういう遺跡は何度も抜けてるから慣れっこだよ。いやそうじゃなくて。言葉を濁すユーマを見てイーナの尻尾が楽しげに揺れた。もしかして寂しいのを。違うよ。即座に否定したものの、頬が少し熱くなるのを止められなかった。ほんの少しとはいえ会話が心地よかったのかもしれない。それに一緒にいた相手が急にいなくなるのは落ち着かなかった。別にそういうわけじゃないけど、ただほら羽鳥だといろいろ面倒だろ。嬉しそうに笑うリーナ。優しいんだか不器用なんだか。それにさ、ユーマは少し声を大きくして続けた。お前サックスの槍があればもっと奥まで行けるって言ってたじゃん。リーナの耳がぷくっと反応する。ニャワは覚えてたんだ。君意外とずる賢いんだね。だって本当だろう。俺もこの槍の力をちゃんと試したいし。リーナは少し考えると瞳をキラキラさせながら槍を見つめた。まあ確かに君の持ってるものどう見ても普通じゃないし。だろう。ユーマは苦笑しながら槍を軽く振ってみせた。刃先が空気を切り、リーナの髪がふわりと揺れる。ちょっと見たいかも。じゃあユーマは一瞬迷った後素直に口を開いた。一緒に来ないか。お前なら遺跡の構造とか敵の動きとかいろいろ教えてもらえそうだ。リーナの瞳が一瞬大きく見開かれた。なるほど。道案内観戦要員ってわけ。ユーマが笑みを浮かべるとリーナは肩をすくめた。しょうがないにゃ。そこまで言われたら付き合ってあげる。その代わり宝は山分けだからね。約束だ。ユーマの顔にハンドの笑みがこぼれた。こうしてユー
慎重な探索とリーナの素早い動きでそれらを難なく切り抜けていく。俺たち案外いいコンビかもしれないな。しかも以前なら苦戦していた敵も今は違う。ユーマの手には天星の槍があり、その力が彼に自信を与えていた。リーナの鋭い感覚と相まって二人は奥へ進むたびに勢いを増していく。だがその毒通路の奥から低く響く地響くとともに全身を岩で覆った魔物ストーンゴーレムが姿を現した。かつては手も足も出なかった強敵だ。しかし行くぞ。ユーマは槍を構え一気に踏み込む。ストーンゴーレムが腕を振り下ろすよりも早くユーマの槍が突き出された。スン。鈍い音とともに岩の巨体を貫いた。ゴーレムの体は明かりを放ちながら粉々に崩れ落ちる。一撃。ユーマは思わず息を飲んだ。まるで防御の概念が存在しないかのように槍が貫通していた。本当に防御無視にゃ。リーナが目を丸くし簡単の声を漏らす。これならボスも倒せるぞ。二人が最後にたどり着いたのは広大な空間だった。中央に鎮座するのは通常のゴーレムよりもはるかに大きな存在。ロックバルド。全身に複雑な魔法陣を刻み、胸の奥では青白い魔力核が脈打っていた。その存在感はまるで古代の心臓のようだった。ボスにゃ。リーナが小さくつぶやく。次の瞬間ロックバルドが目を開いた。遺跡全体が震える。ユーマは天星の槍を構えた。ゴゴゴゴ。遺跡の奥、石造りの祭壇でその巨体がゆっくりと立ち上がる。身長は優に3メートルを超え、手足の太さは丸太のように大きい。その圧倒的な存在感にユーマは思わず息を飲んだ。怪物かよ。心臓が高鳴るのを感じた。足元が震えそうになるのを必でこらえる。ズシンズシン。ロックバルドが歩を進めるたびに大地が揺れた。崩れた石片が四方に飛び散り、天井から砂が降り注ぐ。こいつ強いにゃ。でもやるしかない。こくりと唾を飲み込む。その瞬間ドーン。ロックバルドの巨腕が振り下ろされた。うわっ。ユーマは横に飛び去る。拳が地面に叩くつけられ、看板が粉々に砕けた。地面には深いクレーターが生じている。まともに食らったら即死にゃ。わかってる。息を荒げながら間合いを取る。圧倒的な力の差だが退くつもりはなかった。少し時間を稼ぐにゃ。時間。ふふん。いい作戦があるよ。そういうやいなや。リーナはポーチから小さな黒い玉を取り出した。それは即席の爆弾にゃ。これで奴の注意を引く。そう言ってリーナは迷いなく投げつけた。ボン。爆発が起き、ロックバルドの顔面が煙に包まれる。一瞬巨体の動きが止まった。今にゃ。リーナの声に反応しユーマは一気に跳躍する。目指すはロックバルドの胸の魔力核。槍の穂先が黄金色に輝く。貫け。全力の一撃が一直線に突き出された。つぶー。槍はロックバルドの装甲をたやすく貫通し、その奥にある魔力核を突き破る。パキーン。砕け散る魔力核。瞬間ロックバルドの動きが止まり、青白い光が急速に薄れていった。どうだ。貫いた。槍を吹き抜いた。その直後、ゴゴゴゴドーン。壮絶な轟音とともにロックバルドは巨体を揺らしながら崩れ落ちた。ユーマは大きく息を吐き槍を地面につく。やったー。すごいにゃ。リーナが歓喜の声を上げながら勢いよくユーマに飛びついてきた。わあ。ユーマはその勢いに押されて尻餅をつく。見上げるとリーナが満面の笑みを浮かべていた。ふふ。君めっちゃかっこよかったよ。おーい。
しそうに頭をかき、軽く笑ってごまかした。ロックバルドの崩れた後には青白く輝く魔法石が転がっていた。ユーマはそれを拾い上げ、静かにつぶやく。これが進化の能力かよ、とんでもないな。ユーマは深呼吸し、握りしめていた槍をゆっくりと下ろした。でも倒したぞ。ほんとすごいよ。あんな化け物を一撃でやっつけちゃうなんて。イーナが目を輝かせてユーマを見上げる。尻尾が小さく揺れ、ニーハイに包まれた細い足が弾むように動いた。まあ槍の力がすごかったってだけだろ。ヤワは謙遜しちゃって。君って結構シャイなんだね。イーナはクスッと笑うと、ぴょんとユーマの目の前に飛び出した。そういえばちゃんと名乗ってなかったね。私はリーナ・フィオナ。冒険者兼行商人兼トラブルメーカー。最後のいらないだろ。ユーマは呆れながらもリーナの笑顔につられて口元を緩める。俺は篠崎ユーマ。ただの冒険者だ。ただの冒険者があんなすごい槍を持ってるわけないでしょ。イーナはニヤッと笑いながらユーマの槍をじっと見つめる。まあ詳しいことはおいおいとくにゃ。でもとりあえずこれからどうするの？そうだな。もう探索は終わったし、一旦町に戻ろうかな。ユーマがそう言うと、イーナは尻尾をピンと立てて顔を輝かせた。やふふ。それなら私も一緒に行く。おいおい。遺跡を出るまでの約束じゃなかったっけ？当然でしょ。こんな面白そうなと逃がすわけないって。イーナは腕を組み、満面の笑みを浮かべる。ユーマは少し考えたが、すぐに肩をすくめた。まあ別にいいか。決まり。イーナは嬉しそうに飛び跳ねる。ユーマは立ち上がり、ロックバルドが崩れ去った広間をゆっくりと見渡した。枯れ木の隙間には古びた武器や防具の残骸が散らばっている。どれもこれまで見てきたものとは明らかに違っていた。形も質感も異様で、まるでこの世界の理から外れたような不思議な雰囲気を放っている。ここ本当に不思議な遺跡だね。イーナが落ちていた剣を拾い上げ、はかりにかざす。刀身の表面に淡い青の文様が浮かび上がった。それは生きているかのように揺らめき、葉そのものが呼吸しているようにも見えた。ユーマもまた自分の手にある天保持の槍をじっと見つめ直す。同じような青い文様。俺の進化能力で変わった部下とここで発掘されたものどこか似ている。そう感じた瞬間、イーナがポンと手を打った。そうだった。この遺跡、実は異世界の武具が眠ってるって噂があるんだよ。異世界の武具。ユーマが首をかしげると、イーナは得意げに尻尾をピンと立てた。あくまで噂だけどね。昔この場所で異世界から来た戦士たちが壮絶な戦いを繰り広げたらしいの。その時に使われた武器や防具が今でもあちこちに残ってるって言われてるにゃ。戦いの名残か。ユーマは壁に刻まれた謎めいた文様や岩肌を走る光の筋を改めて見つめた。確かにただのイゼプとは思えない。息遣いのようなものが漂っている。そうそう。その戦いがあまりにも激しかったせいで空間そのものが歪んでるんだって。だから普通じゃありえない強力な武具がたまにポロッと出てくるの。イーナの言葉を聞きながらユーマは槍を軽く握りつぶやいた。異世界の武具、もしそれが本当なら俺の能力とも関係があるのかもしれない。ヤワはやっぱりユーマの力普通じゃないよ。もしかしてユーマ自身が異世界の戦士だったりして。冗談めかしてユリーナにユーマはドキッとしながらも肩をすくめた。どうだろうな。俺にもわからないよ。だが胸の奥にかすかな違和感が残った。それは言葉にできない引っかかりのようなもの。そして今はまだ触れるべきではないと本能が告げていた。とりあえず町に戻ろう。後で詳しく調べ
差し込む出口へと向かう。振り返れば静寂に包まれた広間の奥で砕けた魔力核がかすかに青くしばたいていた。まるでまだ終わっていないとそう告げるかのように。続く。次回第11話、記念を持つ強者たちとの